り解説。娘が愛人を視察。波乱万丈の私生活とラナ・ターナー銀幕の伝説ベスト10。マリサ、今日はハリウッド黄金期の伝説的スター、ラナ・ターナーについて解説してくれるんだよね。私、彼女がセーターガールって呼ばれてたことくらいしか知らなくて。ああ、彼女は20世紀を代表する絶世の美女の一人だぜ。放課後に立ち寄ったアイスクリーム屋でスカウトされたっていう、ハリウッド史上最も有名なシンデレラストーリーを持つスターなんだ。まさに映画のような始まりね。だが、その後の人生は映画以上に過酷で波乱万丈なんだぜ。7度の結婚、特に1958年、彼女の娘がラナの愛人だったギャングを視察した事件は、当時のハリウッドを文字通り震撼させたんだぜ。ギャングを視察、映画の中の話じゃなくて、現実のスキャンダルなの？そうだぜ。しかも、その裁判でラナが流した涙の証言が、娘を無罪に導いたと言われている。銀幕でも私生活でもドラマを演じ続けた女、それがラナ・ターナーなんだぜ。そんな衝撃的な事件が、でも待って、ランキング形式で紹介するなら、お話の核心部分まで触れちゃうのかしら？いいところに気づいたな。今回は彼女の演技の凄みをしっかり伝えるために、ストーリーの結末を含めたネタバレありで解説していくぜ。だから未視聴の人は注意してくれよな。なるほど、ネタバレ注意だね。でも、あらすじや名シーンを知ることで、彼女の魅力がもっと深く理解できそうね。それじゃあ、10位から順番に見ていこうか。第10位。雨のランチプール。1955年。それじゃあ記念すべき第10位の発表ね。どんな作品から始まるのかワクワクするわ。第10位は、彼女が大人の女性としての深みを見せた1955年の名作、雨のランチプールだぜ。この映画を一言で表すなら、ラナがただの美人女優という殻を破って、魂の演技ができる表現者へと脱皮した、キャリア上の重要な転換点となった一作なんだぜ。魂の演技、あらすじを見ると、最初は政略結婚をしてるわがままな浮気女だったみたいだけど、どうしてそれが演技派への道に繋がったの？というのも、物語の後半で起きる大災害をきっかけに、彼女が本当の愛と自己犠牲を知るという劇的な内面の変化が、ラナの持つ高貴な美しさと完璧に噛み合っていたからなんだぜ。なるほど。外見の美しさだけじゃなくて、内面の成長を演じきったってことだね。具体的な見どころも教えてほしいわ。特に印象的なのは、インドを舞台にした壮大なスケール感だな。ラナ演じるエドウィーナは医師サフティと恋に落ちるんだが、そこに猛烈な豪雨と大地震、さらには大洪水が街を襲うんだ。特撮によるダムの決壊シーンは、当時としては圧巻の迫力だったんだぜ。そんなパニック映画みたいな展開になるなんて予想外だわ。その極限状態の中で、彼女はどう変わっていったの？サフティ医師が不眠不休で治療に当たる姿を見て、彼女も以前の自分勝手な姿を捨て、泥にまみれながら必死に救護を手伝い始めるんだぜ。そして最後は、医師としての彼の将来を思い、自ら身を引いて街を去るんだ。情熱を抑えて愛を貫く姿は、まさに息を飲むほど美しくて切ないんだぜ。自分の幸せを諦めることが彼女なりの愛の形だったんだね。マリサの話を聞いてると、胸が熱くなっちゃうわ。その通りだぜ。こうして振り返ってみると、この作品はわがままだった女性が、愛の狭間で高潔な精神を見せる姿を描いた、ラナ・ターナーの大人の女としての魅力が詰まった傑作なんだぜ。第9位。黒い肖像。1960年。第9位は、黒い肖像ね。タイトルからして不穏な空気が漂っているけど、どんなお話なの？一言で言うと、不倫カップルが犯した完全犯罪が、謎の脅迫状によって崩壊していく極限の心理サスペンスだぜ。ラナ演じるシーラが、夫を殺した後に届いた。殺人の成功、おめでとう、という手紙に追い詰められていく姿は、まさに火曜サスペンス劇場の原点のような面白さがあるんだぜ。うわぁ、その手紙の内容、怖すぎるわ。どうしてこの作品が第9位に選ばれたのかしら？理由は、
公開当時ラナ自身が私生活で大きなスキャンダルの渦中にいたからだぜ。実の娘が愛人を視察するという衝撃的な事件の記憶が新しい時期だったから、観客は銀幕の中の彼女に現実の事件を重ね合わせて、異様な緊張感で作品を見たんだ。現実の事件と役柄が重なるなんて、当時のファンはたまらなかったでしょうね。具体的な見どころも気になるわ。実例を挙げると、愛人の石リベラが夫の注射に気泡を入れ、心臓麻痺に見せかけて殺害するシーンだな。完全犯罪のはずが、直後に例の手紙が届く。疑心暗鬼になった二人は口封じのためにさらに弁護士を殺害するんだが、死体を運ぶ際に運転不慣れなシーラがふらふらと車を走らせるシーンは、見ているこっちまで手に汗握るぜ。罪を隠そうとして、どんどん泥沼にはまっていくのね。最後はどうなっちゃうの？結局、真相に近づく娘から逃げようとしたリベラは、バランスを崩して窓から転落死してしまうんだ。残されたシーラが愛人の死体を呆然と見下ろすラストは、自業自得とはいえ悲哀に満ちているぜ。結論として、この映画は美貌の裏に潜む罪悪感と孤独を見事に体現した、ラナ・ターナーにしか演じられない一作なんだぜ。第8位、ジキル博士とハイド氏、1941年。第8位は有名なジキル博士とハイド氏ね。このお話にもラナが出演しているの？ああ、1941年の映画化作品だな。一言で言うと、この作品でのラナは、後の魔性の女というイメージとは真逆の、気品あふれる清純なヒロインを完璧に演じているんだぜ。人間の内に潜む善と悪を描いた物語の中で、彼女はまさに善の象徴として輝いているんだ。へえ、ラナが清純な役だなんて少し意外だわ。どうしてその役どころが評価されているのかしら？理由はな、共演のイングリッド・バーグマンとの対比が凄まじいからだぜ。バーグマンがハイドに翻弄される銅の演技を見せる一方で、ラナは博士をけなげに信じ続ける性の美しさを見せているんだ。この二大女優の共演は、まさに映画史に残る贅沢なキャスティングなんだぜ。二大美女の共演なんて、画面が眩しそうね。具体的なお話の見どころも教えてくれる？実例を挙げると、スペンサー・トレイシー演じるジキル博士が、多重露光の技法で醜悪なハイド氏に変貌するシーンは見物だぜ。博士は薬を飲んで欲望のままに振る舞い、最後にはアイビという女性を殺害してしまう。博士が自分の意思とは無関係に変身し、最後は警官に射殺される結末は圧巻の迫力だぜ。最後は博士も救われないのかしら？愛していた婚約者のビアトリクスはどうなっちゃうの？彼女は最後まで博士を待ち続けるが、悲劇的な幕切れを迎えてしまうんだ。ビアトリクスの気高くも儚い表情は、ラナにしか出せない魅力だぜ。まとめると、この作品は人間の二面性という重厚なテーマの中で、ラナ・ターナーの清らかな美しさがひときわ光る、本格派の名作なんだぜ。第7位、母の旅路、1966年。第7位は、母の旅路ね。お母さんの旅って言うと、なんだか感動的なお話を想像しちゃうわ。そう思うだろ？だが実際は、あまりに過酷で涙なしには見られない究極のメロドラマなんだぜ。一言で表すなら、母性の輝きと悲劇を極限まで描いた、ラナ晩年の代表作と言える一作なんだぜ。ラナって言うと華やかなイメージがあるけど、この映画ではどんなお母さんを演じているの？理由はな、上流社会の女主人だった主人公が人生のどん底まで転落していく姿を、ラナが老けメイクも厭わず演じているからだぜ。気品ある美女から異国の放浪者への変貌は、まさに圧巻の一言だぜ。そんなにひどい転落人生なの？一体何があったのよ。不倫相手が事故死したことで姑に家を追われ、死んだことにされて息子と引き裂かれるんだぜ。数十年後、家族を守るために殺人を犯した彼女は、マダム X と名乗って法廷に立つことになるんだ。名もなき被告人として裁かれるなんて切なすぎるわ。でも、息子さんとの再会はあるの？そこが最大の山場だぜ。なんと彼女を弁護することになった青年こそが、立派に成長した実の息子だったんだ。息子は目の前の女性が母親だとは知らず、情熱的に彼女を擁護するんだぜ。
自分の息子が弁護人だなんて、運命のいたずらだわ。最後はどうなっちゃうの？息子の正体に気づいた彼女は、その立派な姿に感激して心臓発作を起こし、息子の腕の中で息絶えてしまうんだぜ。まとめると、この映画は母としての愛を貫いた、彼女の女優魂が爆発した傑作なんだぜ。第6位、三銃士、1948年。次は第6位の発表ね。アクションが多そうなイメージだけど、ラナはどんな活躍を見せてくれるのかしら？第6位は1948年の傑作活劇、三銃士だぜ。この作品でのラナは、映画史に刻まれる最も美しく残酷な悪女を見事に演じきっているんだぜ。彼女が扮したウィンター伯爵夫人、通称ミレディは、まさに冷徹な悪の花という言葉がふさわしい最強のヴィランなんだぜ。三銃士って勇気ある騎士たちが活躍するお話だよね。そんな中で彼女が敵役として立ちはだかるなんて、すごく面白そうだわ。理由はな、ラナが持つ圧倒的な華やかさが、冷酷なスパイというキャラに驚くほど説得力を与えているからだぜ。彼女は最小李主遊の部下として、自らの美貌を武器に巧みな罠を仕掛け、物語をかき回していくんだぜ。その気高さゆえの冷たさが、見る者に強烈な緊張感を与えるんだぜ。綺麗な人ほど怖いっていうのをそのまま体現しているのね。具体的には、物語の中でどんな恐ろしいことをしたのか教えてくれる？実例を話すと、命令で主人公ダルタニアンを誘惑して籠絡しようとしたり、ヒロインのコンスタンスを毒殺したり、さらには英国最小バッキンガム公を暗殺するなんて暴挙まで成し遂げるんだぜ。彼女が微笑むたびに誰かが犠牲になるような、徹底した冷酷非道なエピソードが次々と描かれるんだぜ。コンスタンスまで毒牙にかけるなんて、救いようのない悪女だね。そんな彼女の最後は、やっぱり報いを受けるのかしら？ああ、最後は三銃士に捕らえられ、断頭台の梅雨と消えるという壮絶な結末を迎えるぜ。だが、処刑されるその瞬間まで凛とした美しさと誇りを失わない姿は、まさに悪の美学を感じさせる名シーンなんだぜ。鮮やかな色彩の中でラナが放った冷たい輝きは、この映画を不朽の名作にした大きな要因なんだぜ。第5位、美人劇場、1941年。第5位は、美人劇場だね。タイトルだけ聞くと、すごく華やかなミュージカル映画なのかなって思っちゃうわ。確かにレブリューシーンは豪華絢爛なんだが、本質はスターダムの光と影を描いた重厚なドラマなんだぜ。実を言うとな、この作品はラナ・ターナーを一躍トップスターに押し上げた、彼女の代名詞とも言える出世作なんだぜ。へえ、彼女を大スターにした運命の一作なのね。でも、どうして彼女の役がそんなに注目されたのかしら？理由はな、当時出演したジュディ・ガーランドたちが成功をつかむ一方で、ラナ演じるシーラだけが虚栄心によって破滅していく姿が、あまりに鮮烈で観客の心を打ったからなんだぜ。彼女はこの頃から、セーターガールって呼ばれ始めたの？いや、実はデビュー作ですでにそう呼ばれていたんだが、この作品でただのセーターを着た可愛い子から、グラマラスな大人のスターへ進化したんだぜ。劇中の豪華な衣装に負けない彼女の肉体美は、全米の男性を虜にしたんだ。自分だけが転落しちゃう役だったんだ。具体的には、どんな風に落ちていっちゃうの？実例を挙げると、彼女は百貨店のエレベーター係から抜擢されて脚光を浴びるんだが、次第に酒に溺れていくんだ。恋人のギルバートを捨ててまで手に入れた名声なのに、結局アルコールで健康を害してクビになってしまうんだぜ。せっかく手に入れた幸せを、自分で壊しちゃうなんて悲しすぎるわ。印象的なシーンとかはあるの？ああ、ボロボロになった彼女が客席からかつての自分の舞台を見つめ、階段を崩れ落ちるシーンは映画史に残る名演だぜ。最後は、かつて捨てた恋人の介助で再生の道を探るんだが、その切なさは言葉にできないぜ。美しさと儚さが同居している、ラナにしか演じられない役柄だったんだね。その通りだぜ。まとめると、華麗なショーの世界でひときわ輝く美貌を持ちながら、その裏にある孤独と悲哀を見事に演じきった、彼女の原点とも言える傑作なんだぜ。第4位、
悪人と美女、1952年。第4位は、悪人と美女ね。ハリウッドの内幕を描いたお話だと聞いたことがあるけど、どんな映画なのかしら？この映画はラナが単なる美人女優という枠を超えて、真の演技派へと脱皮した記念碑的な傑作なんだぜ。実を言うと、成功の裏に隠された残酷な真実を暴き出すような、ハリウッドの光と影を鋭く描いた名作なんだぜ。光と影。ラナはそこでどんな女性を演じているの？彼女が演じたのは、偉大な名優の父を持つ重圧に苦しむ女優ジョージアだぜ。この作品が上位なのは、劣等感から酒に溺れ、自殺未遂まで繰り返していた彼女が、ある男との出会いで再起していく過程をラナが全身全霊で体現しているからなんだぜ。お父さんの影に怯えて、ボロボロになっていた役なんだね。具体的にどんなシーンが心に残っているのかしら？実例を挙げると、撮影初日におじけづいて酒を飲んだ彼女を、プロデューサーのジョナサンがプールに突き落として叱咤するシーンだな。これで彼女はスターとして覚醒するんだが、彼にとって彼女はただの道具に過ぎなかったんだぜ。プールに突き落として目を覚まさせるなんて衝撃的だわ。でも、せっかく立ち直ったのに最後はどうなっちゃうの？愛を求めた彼女に、彼は俺に必要なのは、妻ではなくスターだと言い放つんだぜ。非情な裏切りに傷つきながらも、女優として頂点に君臨し続ける姿は、まさに皮肉な運命を感じさせるよな。まとめると、この映画は彼女の女優としての凄みが爆発した、映画ファン必見の傑作なんだぜ。第3位、青春物語、1957年。第3位は、青春物語ね。アカデミー賞にもノミネートされたって聞いたけど、ラナはどんな役を演じているの？第3位は1957年の大作、青春物語だぜ。この作品はラナ・ターナーが誰もが認める名優へと上り詰めた、彼女のキャリア史上最高の到達点なんだぜ。ニューイングランドの美しい街を舞台に、人々の心の奥底に眠る醜い秘密を暴き出していく重厚な人間ドラマなんだぜ。名優としての到達点。ラナはそこでお母さんの役を演じているのかしら？理由はな、彼女が演じたコンスタンスという母親役が、非常に複雑で人間臭いからだぜ。表向きは貧困法制な淑女だが、実は自分自身の過去の過ちに怯え、その恐怖を娘への厳しさに変えてしまうという、難役を見事に表現しているんだぜ。自分の過去に怯えて、娘さんにも厳しくしちゃったんだね。具体的なシーンも教えてほしいわ。実例を挙げると、自分の娘に対して、お前は不道徳な血を引いていると言い放ち、出生の秘密を暴露してしまうシーンは衝撃的だぜ。街では義父による暴行や中絶、さらには殺人事件が起きるんだが、ラナはその渦中で自らの過去と向き合い、最後は娘と和解して真実と共に生きることを選ぶんだぜ。その表情が本当に見事なんだぜ。平和な街に見えて、みんないろんなものを抱えていたんだね。なんだか深く考えさせられちゃうわ。その通りだぜ。まとめると、この作品は美貌という仮面の裏にある人間の弱さと強さを描き切った、ラナ・ターナーのキャリアを代表する不朽の名作なんだぜ。第2位、悲しみは空の彼方に、1959年。第2位は、悲しみは空の彼方にね。すごく綺麗なタイトルだけど、スキャンダル直後の彼女の最大ヒット作なんだって聞いたわ。ああ、この映画は彼女の人生と虚飾のスター像が完璧に重なった、メロドラマの金字塔だぜ。現代のイミテーション・オブ・ライフ、つまり模倣の人生が示す通り、偽りの自分を演じ続ける人々の悲しみを描いた深く重い物語なんだぜ。模倣の人生か。なんだか意味深なタイトルね。どうしてこれほどまでに当時の人々、そして今のファンを引きつけるのかしら？理由は、成功という光の裏にある、人種問題や親子の断絶という、逃れられない影を鮮烈に描いているからだぜ。女優として頂点に上り詰める一方で、大切なものを失っていく親子の姿に、観客は現実の彼女の境遇を重ね合わせて、息を飲むような緊張感で見たんだぜ。華やかなスターの姿と、その裏にある孤独、具体的な見どころについても教えてくれる？
実例を挙げると、ラナ演じるローラが野心のために恋人を捨て、10年かけて大スターへと上り詰めるサクセスストーリーだな。だが対照的に、同居する黒人女性アニーの娘サラ・ジェーンは、白人として生きるために母を拒絶し、知らない人だと冷たく突き放して家出してしまうんだぜ。クライマックスで、マヘリア・ジャクソンの歌声が響く盛大な葬儀に、サラ・ジェーンが泣きながら駆け寄るシーンは、まさに涙なしには見られないぜ。お母さんが亡くなってから気づくなんて。あまりにも悲しい結末だね。ああ、取り返しのつかない後悔と愛を歌い上げた、まさに不朽の名作だぜ。まとめると、この作品は美貌と名声の虚しさを描き切り、ラナ・ターナーの名を永遠に歴史に刻んだ、彼女のキャリア最高のドラマなんだぜ。第1位、郵便配達は2度ベルを鳴らす。1946年。いよいよ第1位の発表ね。ラナ・ターナーといえばやっぱりこの作品、伝説の金字塔よね。その通りだぜ。第1位は1946年の傑作、郵便配達は2度ベルを鳴らすだぜ。この作品こそが彼女を不滅のアイコン、そして究極の魔性の女として歴史に刻んだ最高傑作なんだぜ。日本でも DVD で大人気だよね。どうしてこの映画がそれほどまでに伝説的なのかしら？理由はな、息を飲むほど鮮烈な彼女の美貌と、皮肉な運命が交錯する圧倒的なストーリーテリングにあるんだぜ。特に有名なのは、彼女が初めて画面に登場するシーンだ。カメラが床に転がった口紅の先を追いかけると、そこには真っ白なショートパンツ姿で立つラナがいる。悪女なのに白っていうのが、逆に恐ろしさを引き立てそうね。その通りだぜ。不倫、殺人、裏切りというドロドロの物語の中で、彼女はずっと清潔感のある白の衣装を着続ける。その視覚的なギャップが、彼女の持つ毒と美しさを最大限に引き出しているんだぜ。白一色の衣装、悪女なのに白っていうのが、逆に恐ろしさを引き立てそうね。具体的なお話はどうなの？実例を挙げると、露出度の高い真っ白な衣装で口紅を転がして登場するコーラの姿は、まさに妖艶そのものだぜ。不倫相手と共謀して夫を殺そうとするんだが、一度目は停電で失敗し、二度目は崖から車を突き落として成功させるんだ。その後、検事サケットの追及や弁護士キーツの策略が入り乱れる。泥沼の法廷劇を経て二人は無罪になるが、最後は本物の事故でコーラが死に、フランクは残されたメモによって過去の殺人を認め、死刑を受け入れるという皮肉な結末を迎えるんだぜ。まさに、ベルは二度なるっていうタイトルの通り、逃げられない運命を感じるわ。愛した人のために死を選ぶラストも切なすぎるね。ああ、愛と罪の深さをこれほど美しく描いた映画は他にないぜ。まとめると、この作品はラナ・ターナーという女優の真骨頂であり、フィルムノワール界に燦然と輝く至高の一作なんだぜ。総評またはまとめ。というわけで、今回はラナ・ターナーの傑作10選を見てきたが、どうだったかなレイム？彼女の人生そのものが映画みたいで、本当に圧倒されちゃったわ。ただの美人女優じゃなくて、スキャンダルや悲劇を乗り越えて輝き続けた強さが、今も人々を引きつける理由なんだね。その通りだぜ。銀幕の中で放つ彼女の冷たくも美しい輝きは、まさに唯一無二だ。もしみんなも思い出の作品や好きなシーンがあれば、ぜひコメント欄で教えてくれよな。そうね、皆さんの思い出も聞いてみたいわ。この動画が面白いと思った方は、ぜひ高評価とチャンネル登録もお願いします。これからも懐かしの名作映画をたくさん紹介していくから、楽しみにしていてね。